はい、皆さん、こんにちは。漫画家の下本慎です。はい、やすくんです。よろしくお願いします。ということで、今日はですね、ここに本来ならいる人がずっといないと思うんですけども、斉藤さんはですね、実は今ずっと海外に旅をしております。はい、なんでかわかんないけどね。まあ、もともと海外が好きな人なので、でたまに日本にいる時にうちのチャンネル出てるみたいな感じだから。基本海外だから、ね。そうそう。で、そんなね、斉藤さんが海外から届けてくれた企画ということになっておりますので。素晴らしい企画を考えてきてましたよ。まずはちょっとこの VTR を見てください。はい。がまる乗馬、こんにちは、斉藤です。斉藤元気そう。今私はジョージアという国の首都、モビリシに旅をしに来ています。今回は漫画アニメ文化を使ってもっと海外の人と仲良くなりたいと旅先から私が企画を考えてみました。早速ここジョージアにあるジャパニーズランゲージ&カルチャーセンターというところに行ってまいりました。ここは2015年にできて現在約200人近い生徒さんが日々日本語や日本文化を勉強してくれているそうです。そんな彼らに対して私たちからも何かできないかなと考えたのがこちらの企画。オタク文化を使って仲良くなろうです。海外の人とお絵かきをしながら新本先生と S 君にクイズを考えてきました。二人とも解けるかな？それでは映像をどうぞ。はい、ということで、斉藤さんとりあえず元気そうだったね。よかった。いや、めっちゃ元気そうだったよ。顔がもうなんか笑ってたもんね。ジョージア知ってる？ジョージア知らない。私初めて知ったんよ。まあ、ぜひよかったらみんなね、国がどんな場所にあるか調べてみてほしいんだけども、ということで、今回の企画はですね、海外の人が話す日本語でも、プロ絵師だったらちゃんとそのキャラクター理解して書けるか検証してみたというのをやってみたいと思います。タイトル長い、いつも通り。まあ今回はだから斉藤さんが日本語学校の生徒さんに、自分の好きなキャラクターのイラストを描いてもらって、さらにそのキャラクターの好きなところをね、頑張って日本語で喋ってもらってます。ただね、これ、俺も一応、監修してるから問題側として見てるんだけど、絶対に多分ね、わかんないと思う。マジで？いや、私は結局それ、今回こういう企画だから、撮ってもらってるっていうのは聞いてるけど、実際見てないけど、S 君は事前に編集のためにもう見てるんですね。そう、俺はもうやってるからね。なるほど。ということで、まあ今回は私がその今から VTR を見ながら、何のキャラか想像してイラストを描きたいと思いますので、ぜひ視聴者の皆さんも一緒にやってみてください。じゃあ1問目の方の VTR いきます。こちら。ちょっと待って、任天堂のゲームをキャラクターで、スマッシュブロスのゲームは好きなキャラクターです。ありがとうございます。いい情報です。ちょっと待って。でも任天堂やっぱ世界でそんだけやっぱ知ってるんだ。スマブラは、みんなやっぱ知ってるんだね。知ってるみたい。でも待って、スマブラってめちゃくちゃキャラいるし、任天堂のスマブラキャラでしょ？無理じゃない？いや、だからめっちゃ難しいって言ったやん、今回。こんな VTR が全部思われるんだけど、ほぼこれぐらいだから。これもうね、難しいやん、じゃん。日本ゲームになるやん。いや、だからできたらじゃあヒントみたいなのはない。これ絵の部分が見たいんですけど、絵の部分。だから、そのために、今回斉藤にジョージアの問題を作ってもらいました。斉藤さんが出すの。そうです。なるほどね。その斉藤のジョージアの問題に正解できれば、この人たちが描いたイラストが見えます。オッケーオッケー。だから要はジョージアクイズに私が正解しなきゃいけないのね。そう。ダブルクイズなのね。イエス。でもヒントを使うことですね。もう使う。だってわかんない。まあ、強いて言うと、私がわかんないのはカービィかもう、マリオかなっていう。任天堂だからね。でもそれしかわかんないから、ちょっと見たいです。ジョージアクイズ。じゃあ、ジョージアクイズいきます。チャレンジしたいです。さて、それでは問題です。ジョージアの通貨とは1ドル、2ユーロ、3リラ、4ラリ。どれでしょう？ちょっと待って。はい。どうしたうちのチャンネルっていう感じでやってるけど、もうでっちゃんねんだよ、俺。知らん？待って。ラリーってなんで聞いたことないんだけど。これに答えられたら、描いたイラストが見えます。正解すれば。ドルはわかるし、ユーロもわかるし、リラもわかる。ラリーって何？聞いたことない。わかりました。いいですか？なんか欧米だと思うので、欧米のヨーロッパ圏だと私は思ってるんで、ジョージア勝手にね。答えは2番ユーロでお願いします。じゃあ、正解の VTR を。1問目の正解は、ラリでした。何って本当にあるの？聞いたことないよ、そんなの。ちなみに、斉藤からの情報をもらってるよ。ドルとユーロは普通にわかる。わかる。で、リラもわかる。わかる。なんでわかるの？リラ。聞いたことあるもん。
リラは一応トルコの通貨なんですよ。ああ、聞いたことある、聞いたことある。でラリが一応ジョージアの通貨らしい。みんな知ったな、これで新しい知識を得たよ。ラリね。本当にあるのね。なので、新本先生は不正解ということで、この人の描いたイラストは見れません。あ、じゃあさっきの彼を見せて。彼の顔から何キャラが好きか推察する。分かった。じゃあカレーを見せてあげよう。彼をもう一回見せてください。カレーを見せてあげよう。ということで、書けました。はい、私の1問目の回答はこちら。ちょっと私風に書いちゃったけども、まあ何のキャラかわかると思います。マリオね。マリオです。やっぱ任天堂日本の誇るキャラ。なるほどね。やっぱスマブラ、出てるはず。まあこの子はマリオを言ったと。マリオっぽい。マリオだろう。間違いない。じゃあまあ、はい、正解のキャラクターは、こちら、カービィでした。そっちかー、最初言ってたー。そっちかー。いや、うまいでしょ。見たら分かっちゃうでしょ。うまいよ、カービィってすぐ分かる。あ、確かにこれは隠さないと答え分かっちゃうね。こういう感じだよ、みんなイラストが。なるほどね、なるほどね。ただ日本語で説明してもらうときスマブラのキャラでちょっとカービィやっぱここはやっぱトマトが大好きぐらいまで欲しかったね。丸いとかね。あ、そうそう、ピンクで丸いとか欲しかったね。なるほどね。じゃあ次に2問目いきたいと思います。じゃあ2問目はこちら。なぜ好きですか？彼はかっこいい。かっこいいです。そのキャラのポイントを2つ紹介してください。かわいいと、かっこいい。かっこいい。オッケー、ありがとうございます。怖いとかっこいい。怖いとかっこいいが共存しているキャラってこと？まあそうだろうね。あんまり俺も言えないからさ、これは。なるほどね。知っちゃってるから。いやもう早速、ジョージアクイズお願いします。ジョージアクイズお願いします。わかりました。ジョージアクイズ。ジョージアクイズ。それでは2つ目の問題です。ジョージアの民族衣装は、とあるジブリ作品の衣装のモデルになったと言われています。それはこの4つのうちのどれでしょうか？ 1、ラピュタ。2、もののけ姫。3、ハウルの動く城。4、風の谷のナウシカ。うわー、どれもありそう。いや、まあでも、もののけ姫は、もう衣装とかで絶対日本だから違う。除外する。で、ハウル、ラピュタ、ナウシカ。民族衣装。いや、でもなんか一番私の中でジョージアっぽいって思ったのは、ナウシカ。なので答えは4番目ナウシカでお願いします。じゃあ、回答ははい。2問目の正解は、風の谷のナウシカです。おめでとう。ジョージアの男性の民族衣装、チョハという衣装は、風の谷のナウシカの衣装のモデルになったと言われています。はい、みんなこれでまた一つジョージアについて分かったね。意外と日本と関わりがあった国なんですね。そう。じゃあイラストを見せます。はい。こちら。彼女の描いたイラストはこちらです。わかった。うまい。一瞬何かわかんなかったけど、わかりました。ここを書いたのね。了解です。じゃあこのキャラ描きたいと思います。はい、ということで、私の回答はこちら、進撃の巨人のエレン・イェーガーです。大正解。まあ、書いてくれたのは、最終形態。最終形態のエレンだったけど、まあ、私もだからちょっと後半目のエレンをイメージはして書いてる。まあでもエレンだから正解。はい、ということで、じゃあ次の問題お願いします。第3問いきます。一番強いと思います。はい。とか、人間の肉が大好きな人です。人間の肉が大好きな人。誰ですか？何それ？ということです。一番強くて人間の肉が大好きな人。でも結構なんか今までの人よりはヒント多めだった気もするよね。ヒント多めだった。探り出したいけど何にも出てこない。そんな怖いキャラいたかな。ジョージアクイズ行きたいよね。ジョージアクイズお願いします。もうここが答えられるか問題でもジョージアクイズむずいんだよな。3つ目の問題です。ジョージアは世界最古のワイン発祥の土地と言われています。それは今から約何年前でしょう？ 1、6000年前。2、7000年前。3、8000年前。4、9000年前。さあ答えてください。ちょっと待って。最初クイズの作り方間違ってるって。こういうのっ
って普通さ、200年前とかさ、で、1000年前で、まあ8000年前、もう5億年前ぐらいのさ、差を持たせる、こんな1000年単位の問題あこる？れ激ムズ問題だと。歴史、俺もこれ作ってて笑っちゃったもん。歴史観でこんな1000年単位の当てれる、もはや本当かな？だって、本当かこれだって。これマジ賭けだと思う。賭けだよ、こんなの。激ムズ。ちょっと斉藤に言っとこう、今度クイズをもう少し簡単に作ってくださいって。でもまあこういうのは私の中で決まってる。大抵一番古いんよ、こういうのってのは。だから4番約9000年前。ファイナルアンサー。でもまあ斉藤にそんな才能があるかなファイナルアンサー。斉藤がそんな器用なことできるかな。斉藤はもしかしたら本当2、3番に答えを入れてくるっていうこともあるよな。あって思うと9000年も消えました。私もクイズマニアとして。だって9000年前で書くならもうちょっと持って1万年、約1万年前にするもん。ってことは、やっぱ約7000年前ですね。2です。はい。じゃあ行きます。ファイナルアンサーですね。ファイナルアンサーです。大抵7のこういうのは。正解は、こちら。3問目の正解は約8000年前でした。そっちか残念そっちか残念ということで、イラストは見れません。わかりました。考えてください。自分で。わかりました。強い肉が好き。はい、ということで、私の回答はこちら、鬼滅の刃の無惨様です。いや、めちゃくちゃ強くて、人間の肉が好きだから、もう人間の肉が好きが鬼滅の刃の鬼しか出てこなくて。なるほど、なるほど。正解は、こちら、東京グールの金木健くんです。東京グールか。なるほど。確かに人間の肉が好きなんです。人間の肉が好きな東京グールだからね。グールだから。金木くんだったのね。そうなるほど。わかんなかった。っていうかさ、本当に日本の漫画って世界に浸透してるのね。すごい。うまいでしょ。うまい。これ見たら分かった。この口のところで分かる。分かる。マスクしてるから。うまいな、みんな絵が。だから斉藤クイズに答えられるかが勝負の鍵だ。いや、斉藤クイズもうちょっと簡単に作ってくれ。むずいすぎるよ。ちょっとさっきのは審議だよな、あのクイズは。じゃあ4問目の問題はこちら。なぜ好きですか？アニメから一番強かった背がもう高い。なるほど。背が高い。やってみたい。やってみたい？以上です。待って。アニメから一番強かった。もう全部よ。でも背が高いはヒント。主人公キャラはね、みんな背が高いし、やってみたいが結構ヒントだよ。やってみたい。なんか技繰り広げ。まあ、ジョージアクイズいきましょう。ジョージアクイズお願いします。わかりました。それでは4問目。ジョージア名物、世界一ニンニクが美味しく食べられる料理と言われるシュクメルリが売られた日本の飲食店はどこでしょう？何それ？1、松屋。2、吉野家。3、すき家。4、大戸屋。どうぞ。いや、待ってよ。だからさ、同じじゃない？いや、ほんと好きな人には申し訳ないよ。大戸屋だけは違う。でもね、松屋吉野家好きなのは、もう一緒じゃない？違うね。でも違うと。むず待って、シュクメルリ初めて聞いたな。ジョージア名物、世界一ニンニクが美味しく食べられる料理。売られたことがあるんだ。でも日本でじゃあ。らしいね。すき家 !3 番のすき家にします。いろんなラインナップで挑戦してる気がする。いきます。正解の VTR はこちら。4、正解は松屋です。みんなもぜひ食べてみてね。残念！知らないよそして、ちなみにですけども、これ斉藤からプチ情報をもらってて、第2回松屋復刻メニュー総選挙っていうのがあって、それで堂々の1位を獲得したメニューらしいよ。じゃあ結構松屋好きの人たちはこのこと分かってたね。それぐらい人気だったらしい。そうなんだ。うわ、私行かないからな、牛丼屋さん普段。ということで、また今の言葉の想像だけで考えてください。背が高い。めちゃ強い。やってみたい。いや、でも分かった。私ちょっと分かったんだよ、これは。マジで？これ分かったらすげえと思う。もう外国の人がやってみたいって言ったらこれしかないよ。はい、ということで書けました。
何度書いても私がやっても似ないキャラ。悟空。ただやってみたいといえばこれでしか。カメハメハ。これしか思い浮かばない。正解は、こちら。ジョー太郎だよ。スタープラチナね。イエス。やってみたい。やってみたい。確かにやってみたい。背高いやん。背高い。背高い。めっちゃ背高い。俺はこのキャラの新本で見たかったんよ、ジョー太郎。うまくないっていう。うまいでしょ。めっちゃうまい。しかもちゃんとここ見てみ。やれやれだぜって書いてあるんですよ。ひらがなも書けんの？すごい。なるほどね。やってみたい。私も確かにスタープラチナやってみたい。これ見たかったな。うわ、そっちか。それも確かに日本の誇る名作だったな。ジョー太郎ですよ。空城ジョー太郎よ。全然当たんない。最後は当てたいな、最後は。じゃあラスト5問目いきます。はい。こちら。これはとても可愛いと、ふわふわなキャラクターです。そしてとても好き。いや、この人が可愛い。この人のこの好きですの言い方がめっちゃ可愛かった。待って、でも可愛いふわふわ。なるほどね。可愛いふわふわ、まあいっぱいいる。キャラクターですって言ってたから、ちゃんと。そうだな。分かった。斉藤クイズ。斉藤クイズいきます。いや、もちろん、それがなかったらもう無理だもん。わかりました。でも斉藤クイズが一番むずいんだよな。いきます。はい。最後は食べるのが大好きな私から新本と S 君へ問題です。ジョージアでいろんなものを食べた私が新本と S 君に最も食べてほしい料理はどれでしょう？ 1. アチャルリハチャプリ。2. マチャルリハチャプリ。3. カンチョリハチャプリ。4. ゴンチャリハチャプリ。さあどれでしょう？教えてください。全部あるし、言うたら全部ないよ。わかんない。何これ。ちなみに、じゃあヒントあげるよ。ヒントは、1個だけマジで伝統料理ちゃんとあって、その他は斉藤が考えた架空の。わかるよ。それ言わなくてもわかってるよ。全部架空なのは。1個だけ本物が入ってるらしい。でも、ちょっと斉藤の言い方、口の言い方、要はこのナチュラルに言えてたか、ちょっとつまずいてたか。なるほどね。じゃあもう一回聞きたい。もう一回だけ、ちょっと、もう一回言ってることだけ聞かせて、もう一回だけ。もう一回聞かせてあげるよ。1. アチャルリハチャプリ。2. マチャルリハチャプリ。3. カンチョリハチャプリ。4. ゴンチャリハチャプリ。わかりました。もうこれはわかりました。1. アチャルリハチャプリ。OK! はい。じゃあ正解かどうか。はい、お願いします。正解の VTR いきましょう。はい。5. 正解はアチャルリハチャプリです。大正解。食べてみてね。やっぱり一番スラスラ言ってたの、斉藤が。オッケーオッケー。ということで、この人の描いたイラストを見せたいと思います。はい、お願いします。こちらです。最後になって、急に絵が、ちょっと待って。ちょっとね、難しいかもしんない、この人の絵は。ちょっと待って。後ろに心なしが顔なしがつけてるのも気になるし、でも顔なしではないよね。顔なしじゃない、これは顔なし書いてやめたんで。消したんだと思う。わかったこのね、最終問題はね、ちょっと難しいんだよ。ジョージア問題に正解しても、ちょっと難しいんだよ。どうしてもさ、現地にも絵が得意不得意はあるからね、現地の人もね。それはあるから。私の最後の回答はこちら、隣のトトロのトトロです。大正解。よかった最後ちょっと一瞬絵が難しくて悩んだけど、よく見たらトトロだった。そう、トトロなんだ。俺もね、斉藤からちょっと画像を全部もらった時に、他のやつは全部分かったんだけど、あれだけ一瞬、あれこれはなんだろうなと思ったけど、トトロかって分かったから。後ろにね、ぼやーっと顔なしでくれたじゃん。あれジブリみたいな感じで分かりました。よかった。ということで、じゃあ今回は斉藤の持ち込み企画、5問中2問正解でなかなか難しいという結果が出ました。いや、俺はね、ジョージアクイズに答えなかったら全問不正解だと思ってよ。ジョージアクイズめちゃ難かったな、本当に。でもめっちゃ楽しかったから。楽しかった。斉藤さんきっと今後もしばらく旅してるだろうから、ぜひ他の国でもできそうなら、ちょっと斉藤さん頑張ってやってみてほしい。これはいろんな国のクイズ企画として。いや、めっちゃ楽しいし、何よりもちょっとジョージアっていう国が学べて、ちょっっと好きになったね、ジョージア。ちょっと行きたくなったでしょ。行きたくなった。ジョージア行きたくなった。あちゃプリマチャプリみたいな。あちゃるにハチャプリだから。すごい覚えてる。